日本史伊賀氏の変。承久の乱に鎌倉幕府が勝利した3年後、北条義時が急死する。すると残された妻の伊賀の方とその一族が伊賀氏の変を起こしたと言われている。伊賀の方とその一族が義時を毒殺して幕府を乗っ取ろうとしたのは本当なのかを詳しく見ていこう。北条義時は1224年元任元年6月、普段から患っていた脚気に昇進を併発して急死したと言われている。義時が急死であったために伊賀の方の毒殺説なども存在するが、真相は謎のままである。鎌倉では義時が逝去すると、伊賀の方が娘婿の一条実政を将軍に、自分と義時の間にできた北条政村を執権にしようとしているとの噂が広がった。さらに伊賀の方は兄の伊賀光宗と共に政村の烏帽子屋である三浦義村とも共謀しているとも言われた。義時死去の知らせを受けた北条泰時と時房は6月26日に京都から鎌倉へ戻った。吾妻鏡によれば、北条政子と大江広元が相談して泰時と時房を軍のご後見に任じたという。これをもって泰時と時房が執権連署に就任したとされている。執権連署とは執権の2人体制のことである。ところが吾妻鏡にはこの同じ日の記事にもう一つの次のような話が書かれている。北条泰時が鎌倉へ帰ったという情報が伝わると、泰時は弟の政村を討ち滅ぼすために帰ってきたのだという噂が広がった。一方の伊賀光宗周辺も泰時の執権就任が決まったことに憤り、にわかに慌ただしくなったという記事が吾妻鏡にはなぜか併記されている。そのため伊賀氏の謀反計画があるという噂が広がったことは事実のようである。同じく吾妻鏡には次のような話も載せられている。伊賀氏謀反の噂を聞きつけた北条政子は夜間に友の者一人を連れて三浦義村邸を訪れ、義村に詰問している。義村は政子の気迫に負けて、政村は謀反には関係していないが、伊賀光宗は何か企んでいるようだ。私が光宗を説得して必ず思いとどまらせると義村は政子に約束した。翌日に義村は泰時に面会して次のように申し開きをしている。北条氏と三浦氏は義時殿の時代から協力し合い深く結びついてきた。今の私はただ世の中の平和だけを日々祈っているばかりである。伊賀光宗は謀反を企んでいたようですが、私が解き伏せましたと報告したという。執権の北条泰時は当初から謀反計画などないと否定していたようだが、結局幕府は裁断を下し、伊賀の方は伊豆へ配流され、間もなく死去している。また一条実政も越前に流されて数年後に流罪地で死去したと吾妻鏡には書かれている。ところが伊賀氏の変の翌年に大江広元に続いて北条政子が逝去すると、伊賀光宗をはじめ伊賀一族はすべて許されるのである。特に伊賀光宗はほどなく北条泰時のもと幕府の中枢に復帰している。さらに
北条政村は全く処罰されることもなく、泰時に忠実に仕えて執権などの幕府の要職を歴任している。以上の推移から伊賀氏の変は北条政子が自作自演した虚偽の謀反計画ではなかったのかという疑問が湧いてくる。北条政子はまだ若い時に源頼朝という金の卵を幸運にも捉えたために将軍の御台所という地位を手に入れた。さらに頼朝との間に頼家、実朝という二代三代の将軍を設けたために将軍の後見人という立場を維持してきた。京都からわずか2歳の九条頼経が下校してきた時も頼経が幼いという理由で引き続き後見人に収まっている。ところが北条義時が急死したために後継者はまだ決定していなかった。もし伊賀の方が義時の後家として一条実政を将軍に北条政村を執権にするようなことがあれば自分は今の地位を追われると政子は考えたに違いない。そのためには伊賀の方とその一族に謀反を企んだ罪を着せて鎌倉から追放する必要があったのである。この伊賀氏の変に関しては北条政子が死の間際に幕府の危機を救ったとする説が主流である。しかし謀反で一番被害を被る北条泰時が始終謀反計画の存在を否定していた。さらに泰時は政子が死去するとすぐに伊賀光宗をはじめ伊賀一族すべてを許している点を考えればやはり政子が怪しい。北条政子は父の時政や弟の義時と権謀術数を駆使して苦労の末に鎌倉幕府を北条氏のものにすることに成功する。死を間近に控えた政子の最後の願望はこの幕府の安泰であった。北条政子は死後に鎌倉幕府の創建者の一人として神格化されていく。政子と伊賀氏の変に関して残されている資料は多くない。そのためあくまでも想像するしかないのだが、時政を失い義時に先立たれた北条政子は命よりも大事な北条氏の幕府を守るために伊賀の方とその一族を追放したのではないだろうか。とすれば伊賀の方は政子の最後の願望の犠牲になった哀れな女性なのである。